神の獣人シャンクス、聖地で暗躍。ロキ、母の復讐で酒造りの村を破壊。皆さん、こんにちは。私はシレンナです。ワンピース第1167話が公開されました。タイトルは、飯田の息子です。扉へリクエスト、本を泥棒しようとした猫を叱っているけど、怒っていない原産との事故、ペンネーム、理想の惨事。編集コメント、ゴッドバレー後の世界は、33年前、ゴッドバレー事件の5年後、モルガンズがある通行人に取材をしている。沖に海賊が現れた、と思った時だ。ふんふん。その後ろの霧の中から、でっけえ人影が現れて、場面は海底監獄インペルダウンへ。ドカーン。ってよ。気づいたら船は大破。俺たちは海の木図よ。海王類だろう？違う。まるで人間。その海域は魔の三角地帯だった？全然言えよ。あんなとこまで漁に出ねえし近づかねえ。とにかくありゃ人の形した魔物だ。この時期、ある噂が流れ始めた偉大なる航路の国々の間で、深い霧の海には怪物が潜み、海賊団を狙っていると。わあ、その怪物の正体こそハラルドだった。その海域を航海する者の中で、巨人をその目で見た者はほとんどいなかった。故に彼らにとって、彼は恐怖の化身そのものであった。ハラルドは1000年分の償いを誓い、陰ながら海軍の援軍として動いた。一方、ゴッドバレー事件の後にたもとを分かった海賊たちは、頭角を現し続け、続く10年ほどで、それぞれがその世代を象徴する顔として頂点に達しようとしていた。これらの海賊の多くは不可能と言われていた。世界一周を成し遂げたのが、彼らは海賊王ゴールディ・ロジャーのクルーとして称えられた。捕らえられた海賊王の公開処刑は見せしめとなるはずだった。世界政府の力を誇示するための。しかし、世界はさらなる混乱へと突き落とされた。ロジャーが残した莫大な財宝、ワンピースを求めて数えきれない者たちが海へ出たことで、誰もが予想だにしなかった大海賊時代の到来に海軍本部は今日疲れた形となった。結果として世界中から10人以上の巨人が海軍に徴兵され、戦力の強化を図った。片や一時代を海軍の手足となり従順に努めたハラルドは、あの大きさを見たか？奴は古代巨人族だ。あいつを私の奴隷にしたい。同年ついに正式に聖地への紹介を許可された。浅見契約？そうだ。貴様は神の騎士団の右手、神の住人であると自覚せよ。光栄だ。契約には3段階ある。浅見契約はわずかな結びだが、深海契約と新親味契約は、真の神に完全に結ばれる者のために用意されている。世界でたった13人だけがその特権を受けるのだ。神とは？お前がもし騎士になれる日が来たならまた、この世の真部を知ることになる。その時はエルバフも加盟国になれるのか？当然だ、ハラルド。その時が来れば、世界中がお前を歓迎しようと沸き立つだろう。己を証明する機会をいただき感謝します。場面は変わり、騎士の神殿、神々の地、シャンガラ。人物紹介、神の騎士団団長、フィガーランド家のガーリング星。あの方は何を企んでおられる？エルバフの王でありながら我々に従うというのか？もちろんだ。命令さえあれば。長距離通信用の電電柱を持たせておく、用があれば呼ぶ。下界を旅するのは自由だが、我々との取引については口外無用だぞ。わかった。今から20年前、魚人島の竜宮王国での出来事である。ほほほ。バラハハハハハ。こんなに笑ったのは久しぶりだ、ネプチューン。わしも邪門。お互い頭の痛い種は尽きんの？正直なところ、お主の息子もねはそう悪くないと思うぞ。自分の若い頃がどうじゃったか忘れてはおらんじゃろう。いや、それを言われると、正直に言ったまでじゃ。ところで、占い師の予言で4年後に娘が生まれると言われた話はしたかえ？バラハハ。無茶な。やめとけ。おい、そうすぐに否定するでない。ただの人魚にはならんぞ。わしの娘は誰も扱えんような力を生まれ持つかもしれんのじゃもん。ふむ。そりゃあ完璧な組み合わせになりそうだな。乾杯しよう。俺んとこのいたずら小僧と、お前のちっちゃなモサモサの未来に。モサモサ戦は、同じ年、エルバフのフクロウの図書館での出来事である。もちろん自由に住んでくれ、サウロ。そうか助かる。実は一つ頼みたいことがあるんだ。なんだ？
エルバフの他の学者たちの協力も得て、ここで学校を開いてくれないか？学校か？な。15年前、聖地マリージョアで大事件が起きた。私の奴隷たちが逃げていく。檻が壊された。出ろ。急げ。一生変われる気か？はあはあ、クソ。あれは神の騎士団か。フィッシャー、タイガーが聖地を逃亡していたあの夜、彼は逃走中に一人の神の騎士に遭遇した。シルエットからして明らかにシャンクスである。その神の騎士はタイガーを攻撃するふりをして、実際にはフィッシャー、タイガーの首輪を切り裂いた。これはかなり高レベルの武装色であり、この時点でシャンクスの覇気がすでに強力であったことを示している。その神の騎士はフィッシャー・タイガーとすれ違いざま、彼にこう告げた。聞け、武器庫の鍵は開けておく。場所を教える。ギャー。うお。火薬。聖地で火薬の爆発が起き、大混乱に陥った。姉様。急いで。サンダーソニア。誰かが私たちをこの地獄から解放するために戦ってくれている。コアラ、急げ。逃げるぞ。背景で無数の奴隷たちのわーという叫び声が響く中、全員が自由に向かって必死に走っていた。ハンコック三姉妹が群衆に紛れて教本する姿がはっきりと見える。この時、ナレーションがついにその偉大な名前を補完した。この聖地襲撃を実行したのはフィッシャー・タイガーである。画面右下、あの伝説の巨人フィッシャー・タイガーの意志の強い横顔のアップが描かれる。ナレーションはこう締めくくる。この事件をきっかけに、彼は大王の海賊団の船長となる。ハラルドはこの事件の翌日、聖地にやってきた。大変だったようだな。政府側の誰かが武器庫を開けたんじゃねえかって今犯人探しを処刑するのが待ちきれん。お前に会わせたい者がいる、ハラルド。名はシャンクス。シャムロックの弟だ。二人は事情により随分昔に生き別れた。奴は下界で多くの苦労をしてきた。もし深海契約を結べば、シャムロックと並ぶ大きな戦力になると信じている。だが当面の間は、お前と同じく真の獣人の地位を与えている。シャムロックにも初め思ったんだが、俺はお前に会ったことが。シャンクスは傲慢な表情でハラルドに言った。何の話だか知らないな。貴様はただの下界の巨人だろう。気安く話しかけるな。俺は生まれながらにフィガーランドの血を引くものだ。見ていろ、俺は貴様より先に神の騎士になってやる。これは人違い。画面の中、フィガーランド家の2人の兄弟が聖地の階段を並んで歩いている。左側が兄のシャムロック、右側が弟のシャンクス。兄弟の服装は非常によく似ているが、剣を使う手はちょうど反対のようで、髪型も異なっている。行くぞ、シャムロック。聖地のことをもっと深く知りたい。そしてあの裏切り者を捕らえて手柄を立ててやる。何か手がかりは？傷が完全に癒えてからでいいだろう、シャンクス。人生の24年間を無駄にした苦悩が貴様にわかるか。道理で外の世界が異質に感じられたわけだ。人物紹介、神の騎士団、フィガーランド家のシャムロック星。人物紹介、神の獣人、フィガーランド家のシャンクス星。画面は包帯を巻き、怨恨に満ちたシャンクス星の顔で止まる。シャンクスは歯ぎしりしながら言った。下界のすべてが憎かった。ハラルドはまだ遠くへは行っておらず、シャンクスの言葉が風に乗って聞こえてきた。彼は振り返り、去っていく二人の背中を黙って見つめた。その眼差しは複雑で何かを考えているようだった。時は同年、舞台はエルバフにある領子村。ダメだ。私の医学知識では限界がある。ハラルドを読んで、もっと腕のいい医者を紹介してもらえないか頼んでみよう。やめて、あの人は今、大変な時期なんだから。世界政府とのコネを作っても使わなきゃ意味がないだろう。こんなの自力で治るわよ、はあ。そう言い続けて、日に日に弱ってるじゃないか。治さなきゃダメだ。君が死んだらハラルドが悲しむぞ、わかってるのか。と、酒場を開けておいて。無理だよ、飯田がこんなに具合が悪いのに。ハラルドは帰ってくるたび、長老たちのところへ直行して、二人を正式に結婚させてくれって頼み込んでるんだぞ。バカね、私はあの酒場が好きなの知らない国の船乗りと仲良くなったらね。はあ、大したことじゃないかもしれないけど、そうすることでハラルドの助けになってる気がするの。突然、外からロキの声が聞こえてきた。おい、よしょしゃ、ババア、わ。的は慌てて飛び出し、ひどく怒っていった、ロキ。ロキは巨大な黒い牛の背中に座っていた。
ロキは続けて命令した。ババアのためにこの肉を料理しろ。酒場は俺の遊び場だ。店を開けさせろ。ロキは口ではババアと叫んでいたが、明らかに病気のイーダに栄養をつけさせようとしてのことだった。やれやれ、あのトラブルメーカーも手に負えなくなったな。ハイルディンたちが医者を探しに出かけている間も、君が彼をおとなしくさせていられたのはよかったよ。息子たちは本当に君のことが大好きなんだな。みんな大げさなんだから、はあ、平気よ、はあ、でも、嬉しいな。待と。もうハラルドへの連絡を遅らせるわけにはいかん。血なんかつながってなくてもさ、ハイルディンと同じように、はあ、ロキは私の可愛い息子なんだから。ロキは母の故郷である酒造りの村へやってきた。イーダに毒を持った犯人がロキの前に現れ、すべてを打ち明けた。は？今何つった？あんなよそ者の女に制裁になられちゃたまらねえって話よ。お前だってそうだろ、ロキ。うちこそが制裁エストリッタの一族。財産も地位も渡さねえ。だから毒さかってやったんだ。この毒は致命的だ。奴の命もあとわずかだ。これを聞いたロキは激高した。彼は片手でハンマーを持ち上げ、毒を持った老巨人に力いっぱい振り下ろした。いたてえ。ロキ。おい。イーダは本当に死なねえよな。ハンマーの一撃で酒造りの村は廃墟と化し、至る所で火の手が上がった。ロキは廃墟の中央に立ち、巨大な黒いシルエットとなって、瀕死の老巨人を片手で釣り上げていた。海の親のことは覚えてるぞ。あいつは俺を嫌ってた。冥界に捨てさせたんだ。遺産なんて知ったことか。てめえの一族は全員クズだ。さあ答えろ。イーダは死なねえよな。ロキの脳裏にあの頃のイーダの笑顔が過ぎった。それは彼の人生で唯一の光だった。記憶の中のイーダは孤独なロキに微笑みかけていった。寂しいんでしょう、ロキ。私たちのところにいた方がいいんじゃない。画面は口を大きく開け、涙を流すロキのアップで止まる。彼は心の奥底に押し殺していた言葉を叫んだ。俺の母親はあの人だけだ。編集コメント、本音が溢れ出す。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。